こんにちは。エメラルドクラブの菅原です。女性の力が社会を変えるをコンセプトに、日本最大級の女性経営者の会エメラルドクラブを主催しております。このチャンネルでは、成長意欲のある皆様にビジネスに関するスキルアップのポイントをお伝えしております。ぜひ気に入っていただけましたらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。そして通知オンにしていただくと新しい動画も見れますので、ぜひお願いいたします。今日は起業するにはいくら必要というお金の話についてお話したいと思います。知っておくべき起業の基礎になります。結構ですね、起業をこれからしたいという女性から相談が来ることが多いんですけど、やっぱり2年後起業したい、3年後起業したい、来年起業したいから何を勉強したらいいのか、いくらお金が必要なのか、どうしたらいいのかっていう、何もわからないって方が結構多いんですよね。そういった方にやっぱり大切なお金、一体いくらあれば起業できるのかということについてお話ししたいと思います。まず決めていただきたいのがですね、法人化するのか個人事業主で行くのかです。これも悩みのポイントですよね。じゃあどうするかって決めるポイントは一つ。まずその事業自体がですね、個人に売るのか法人に対して売るのかわかりますか？商品、サービスを提供する相手っていうのが個人なのか、もしくは会社なのかっていうところです。それによって決めてください。まず、法人を相手にビジネスをやる場合は、必ずやっぱり株式会社にした方がいいです。というのはですね、大手は特にそうなんですけれども、法人化していないと取引をしていただけないっていうパターンが結構あります。なので、たまによく耳にするのはですね、社員向けにメンタルケアのコーチをするとか、研修をするとかですね、そういう時に個人事業主でやっていて、大手からいい話が来たんだけども、法人じゃないと口座作れないよって言われて、ビジネスができなかったとかですね、無理やりもう急ぎで会社を作ったとかですね、そういう話もよく聞くんですよね。あと、商品を卸すとか、卸先が大手の場合は、やっぱり株式会社の法人がないと口座登録というのができないです。取引をしていただけないんです。ですので、B2B、法人向けにビジネスをやる場合は株式会社にした方がいいです。利益が上がったら株式会社にしようって言うんであればですね、一刻も早くやっぱりしておいた方がいいんですよね。事業の経歴が長いほど信用度も増えていきますので、早めに個人事業主から始めて B2B だけれども個人事業主から始めて売上が上がったら法人にしようなんてことではなくて、初めから法人契約をする、法人登記をすることをお勧めします。そして B2C の場合、個人に対して商品サービスを売る場合ですね、そんなに無理して初めから法人する必要はないと思うんですよね。個人事業主で登録をして売上が上がってきたら法人にしていくっていう流れでもいいと思うんですよ。なぜかというとですね、個人事業主は申請を法務局に行って紙1枚出せば1円もお金をかけずに事業をスタートできるわけですね。個人事業主登録すればスタートできるわけですよ。法人は会社を作らなければいけません。今資本金は1円からでも会社作れるって言いますけれども、1円からといってもですね、法人登記する作業というか手続きにですね、やっぱり20万から30万ぐらいかかってくるわけですよね。安いところで23、4万でできるのかな、それぐらいお金がかかってくるわけですよ。なのでどうしても初期の費用がかかってきます。たまにですね、お金がないから法人登記でお金かけたくないから自分で勉強して登記申請しますなんていう方もいらっしゃいますけど、私はあまりお勧めしないんですよね。その法人登記をする作業とか書類を作る時間があるんだったら、ビジネスのことを考えてビジネスの事業計画書を作る時間に費やした方がいいと思います。経営者は特にですね。そういうのは司法書士さんに法人の登記はお願いをして、会社を法人化した方がいいと思うんですね。で、法人化するときにじゃあ資本金いくらにしようかと。1円でもできるんだから、じゃあ1万円ぐらいで作っておこうかなっていうのもあまり私はやっぱりおすすめじゃないんですよね。私も1万円で会社作ったことがあるんですけども、とっても苦労しました。何かというと、なかなか銀行さんが認めてくれないので、口座自体が開設できないんですよ。それが1000万の会社だと、やっぱりそれだけで信用を得られて、特に銀行さんの信用というのはやっぱり大きくてですね、口座開設がすごくしやすくなります。1000万とはいかずでも、やっぱり1万とか2万とか3万とかで資本金で会社作るのであれば、ちょっと頑張ってやっぱり100万ぐらいは、あった方がいいんではないかなと思います。いくらでもいいんですよ。なんですけど、やっぱり資本金っていうのはある程度あった方が、取引をするときにどうしてもビジネス取引するときに資本金の金額というのと会社の設立日、法人化してるかっていうのは最低限やっぱりチェックされる項目ですので、ある程度の資本金は積んでスタートする方がいいと思うんですよね。では今回伝えたい、いくら必要か、いくら持っといたらいいかっていうところなんですけども、資本金の他に必要な運転資金っていうのを持っておいた方がいいわけですよね。起業するために300万貯まったので、会社作って資本金入れて
入れて、あと300万円分の在庫を買って事業スタートしますなんてことは絶対やんないでください。危険です。運転資金というのが必ずかかります。運転資金、何かというと固定でかかる費用ですね。家賃とか人件費とか、光熱費とか必ず毎月かかるお金がありますよね。で、考え方としては、売上が0円だったとしても、全く売上がなかったとしても、最低半年、できれば1年は生きていけるぐらいの売上、運転資金というのを口座に持っておく必要があると思うんですよね。特に忘れやすいのが社長自らのお金です。自分はただでもいいやっていうことではなくて、自分も生きていくために家賃だったり光熱費だったり食費だったりかかるわけですよね。それが最低限、例えば20万は最低限欲しいと思ったら、半年だったら262で120万ですよね。それプラスじゃあ事務所の経費とか光熱費とかアルバイトがいるんだったらアルバイト費用、じゃあ半年かかったらいくら必要なのかっていうお金を考慮して取っておく必要があると思うんですよ。300万あるからって言って300万全部仕入れとか法人を作るお金とかに使わないでください。これで会社作ってびっくりするっていうのは、売り上げが上がらなくて大変って思いをしてしまう方も多いので、そこを気をつけていただきたいです。つい忘れがちなんですけども、運転資金をですね、最低半年は取っておくように、考えてください。なので自分が売り上げがゼロでも生きていけるだけのお金がいくらなんだろう、そして、法人化した時の資本金、そして法人登記をする費用いくらなんだろうということを考えた上で、そのお金に向き合ってお金を貯めて企業に向かいましょう。最低限でですね、知っておくべき企業の基礎でした。では本日は以上になります。ありがとうございました。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問、ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。